こんにちは、ペンタロウです。2気筒バイクの魅力にずっぽり浸かるペンタロウが、2に人気の2気筒バイクの魅力をがっつり掘り下げてお届けします。1、手元にある2気筒バイク、モトグッチ V7。モトグッチ V7 は縦置き V ツインエンジンを搭載した至高のバイクです。縦置きエンジンによる絶妙の旋回感覚は唯一無二。アナログ感全開のメカメカしい感触も心地いいです。エンジン低回転のドコドコした感じから高回転になるほどスムーズになる不思議な感覚は、これぞ V ツインと越に浸れることでしょう。 V7 の歴史をたどると1966年に遡りますが、現行に近いモデルは2008年からのものです。2021年にモトグッチ内のエンジンが統合されて 850cc エンジンが搭載されました。現行2025年モデルで電子制御スロットルに変更。フロントサスペンションが倒立フォークのスポルトグレードも加わりました。ホンダアフリカツイン、ビッグオフローダーアフリカツイン 1000cc クラスは4気筒エンジンが主流の中、 1100cc の270度クランク2気筒エンジンを搭載しています。大排気量2気筒エンジンならではの低回転から強烈な瞬発力を発揮。高速道路の合流や追い越しも楽で、位置調整できる大きめのスクリーンや標準装備のキャリアもあり、ツアラーとしても優秀です。高い直進安定性と不快な振動の少なさ、優秀なスクリーンのおかげでどこまでも走れそうな快適性のあるバイクです。装備の面ではホンダ車の中では最も充実しているものの一つで、マニュアル以外に DCT も選べるほか、Apple CarPlay も使えるメーター画面、アドベンチャースポーツ ES は電子制御サスペンションになっていて、実質的なフラッグシップモデルの位置づけです。特殊な方面では 1800cc のゴールドウィング、走行性能全振りの CBR1000RRR もあります。旧型ファイヤーブレードのエンジンをベースにした CB1000 ホーネット CB1000F はフラッグシップ側ではなく、リーズナブルな価格帯の程よいポジションを狙っているようです。ヤマハ SCR950、 生産終了しつつウェブサイトに残り続けるヤマハのボルトですが、 SCR950 はそのファミリーでスクランブラー風に仕立てられています。60度空冷 V ツインは独特な鼓動感があって魅力的ですが、夏はとても暑く厳しいので、ペンタロウは冬場専用機になっています。ボルトがクルーザースタイルのところ、意外にスポーティーに走れる特性で、 SCR950 もそのまま特性を引き継いでいます。車重は重いですが軽快に走れて、 V ツインならではの鼓動感とスムーズな高回転フィーリングを楽しめるバイクで、体が大きい人向けに設計されているので、バイクが窮屈と感じる人の救世主にもなります。続き GSX-8R、 きっと誰もが認める万能全開バイクの GSX-8R、 ペンタロウの現手持ちバイクの中ではバランスが最高で、200キロちょっとの扱いやすい車重とフレームの安定感で、下道のちょい乗りから高速道路の長距離移動まで何でも高レベルにこなしてくれます。エンジンは270度クランク直列2気筒で V ツインに近いトラクション感があり、加速感が爽快です。時速100キロ走行時のエンジン回転数理論値が4300回転くらいと余裕のある範囲。カウルの防風性能にもそれなりに期待できる上、乗車ポジションも浅い前傾でツアラーとしても活躍してくれます。イベントでたびたび出てくる格闘ゲームのストリートファイターコラボ GSX-8R チューンドバイジュリは紫色ベースで派手さもあってかっこいいです。東京ゲームショウでもお披露目されていますが、せっかくなのでぜひ市販してもらいたいところです。ファミリーにはストファイの GSX-8S とアドベンチャーの V ストローム800があるので、好みのスタイルを選べます。丸めスタイルの GSX-8T と TT も発売予定で、ラインナップがさらに充実してきました。スズキの8シリーズは性能バランスが良すぎて変態性が薄いので、変態度を突き進むバイク乗りの人には少し刺激が足りないかもしれません。スズキ GSX250R、 8R を小さくしたような GSX250R はよくあるフルカウル 250cc とはちょっと違う方向性で、スペックを追求せず街乗りなどの扱いやすさを重視した設定になっています。高速道路を飛ばす以外は日常使いに困ることはなく、これ1台であれやこれや何でもできる地味ながら優秀なバイクです。クラスにしては車重が少し重めの180キロ台で、取り回しにはマイナスですが、1クラス上の安定感につながっているように感じます。250cc なのでエンジンの良さは感じず、2気筒だからどうということもありませんが、実用性は十分です。値上がりしているものの、なんだかんだ実売価格が安めで、旧型の新車なら40万円台から買えたりもします。個人的には値段に対する満足度は高いと思うので、とりあえずバイク探しに迷った人には普通に勧める1台です。ヤマハテネレ700、アフリカツインと並ぶビッグオフローダー、688cc と使いやすい排気量で、車重も200キロちょっとと
それほど重くありません。アフリカツインと比べるとかなり軽快感があって、これならなんとかペンタローでもオフロード行けそうな気分になってきます。エンジンは MT-07 とベースが同じですが、セッティングが違うほか減速比なども変わっていて、使う回転数が違います。 MT-07 もマスターオブトルクの名の通り、下からトルクが出る性質でドドドという加速感が楽しいですが、テネレはオフロード車らしく低回転からの力強さがより高まっていて、 MT-07 から25キロ増えているにもかかわらず、走り出しの加速感は上々、排気音もそこそこ元気があるので楽しく走れるでしょう。夏場も乗れる発熱量でシーズン問わず活躍してくれるのと、どこでも突っ込めそうな安心感、背の高い人にはむしろありがたいシートコート、いいところ尽くしなので体型に合いそうならぜひ試してみてください。ヤマハ XSR700、 ここから今はもう手元にない2気筒バイクの紹介になりますが、ヤマハの XSR700 はテネレと同じ MT-07 ファミリーです。ネオクラシックカテゴリーの丸めネイキッドスタイル、排気音がちょっと静かめなのが物足りないことを除けば、ネガティブ面がほとんどない優秀さです。販売台数が少ないので出先で被ることがほとんどなく、人と被りたくない人にもおすすめ度マックス。シート高 835mm ながら足元が細身で足つきが良く、シート高 810mm の XSR125 より地面が近いです。同様に 780mm の CB1300 よりも地面が近いので、 CB1300 いけるなら XSR700 の方がいけます。さらにシートとステップの距離が現役最高クラスに長いので、膝の窮屈さに悩まされる人にもおすすめ。全くもって日の打ちどころがないバイクとなっています。なぜ人気がないのか謎ですね。続き SV650X、 ハイパー前傾バイクの SV650X、 乗車姿勢以外 SV650 と同じです。横置き90度 V ツインエンジンで、後ろ側が直立に近く、前側は水平に近いレイアウトになっていて、 V 型にしては夏場もそれほどは暑くありません。 V 型ならではの鼓動感と蹴り出しの強さで、下道の加速も快適、伸びやかな高回転で高速道路も快適です。コストに対する性能は高いので、なくなる前に入手しておくのも良いかもしれません。川崎 Z400、 無難に売れている忍者400のスト5版、軽量でそこそこトルクがある下道快速マシンです。180度クランクの無難な2気筒エンジンで、可もなく不可もなく、発熱量も夏に耐えられないことはない水準で 400cc なので、そこそこバランスが良いです。時速100キロ走行時のハンドル振動がひどい話をよくネタにしますが、たまに振動を感じないというコメントもあるので、年式や個体差もあるのかもしれません。ペンタローが持っていたマシンは SR400 の次くらいに振動が厳しかったという個人的な体験の話なので、血眼になって突っかからないでください。ヤマハ YZF-R3、 ヤマハの 320cc YZF-R3 は川崎の忍者400の競合です。忍者400の方が排気量があって車重も近いので良さそうですが、こちらはよりバランスが良く、振動も少なめでちょうどいいです。現行は見た目がアップデートされて、ようやく他の R シリーズと近い感じになりました。ストファイの MT-03 と基本構造が同じなので、より楽な乗車姿勢が良いなら MT-03 を選ぶこともできます。最近巨大なスクリーンなどオプション品が豊富になって、ツアラーとしてもさらに使いやすくなりました。 R3 の方はこのクラスにしては前傾が深めで、忍者400よりだいぶ深くなっています。ヤマハはそういう感じなので、フレンドリーさを重視する人は他のメーカーを渡ることをお勧めします。2、2気筒バイクのいいところ。2気筒バイクは小排気量から大排気量までおおむねちょうど良い範囲が広いですが、実際の長所を具体的に紹介します。バランスがいい。エンジンの重量が大きくないので、車体全体を軽量に保てます。車重の制約が少ないため、各所に無理がなくバランスの良いモデルが多くなっています。現代のエンジンバランサー技術は高いので、単気筒でも驚くほど振動がないエンジンもありますが、2気筒は V 型のように自然に振動を打ち消しやすいものもあり、一般的に単気筒より不快な振動が多くはなく、低回転から高回転までまんべんなく使いやすいのも特徴です。そのため低排気量でももっさりした感じはなく、 250cc くらいでも俊敏に走れます。 250cc クラスは単気筒か2気筒のいずれか、300、400cc クラスから 800cc くらいまでは2気筒がベストでしょう。その上は4気筒が一般的になりますが、アフリカツインやハーレー各種など大きい排気量も普通にいけます。広い排気量帯で2気筒はベストの一つになり得るので、それゆえおおむねバランスの良いバイクが多くなっています。瞬発力がある。4気筒エンジンに比べて出だしの加速感が高く、瞬発力のある機敏な走りができます。
400cc ではそれほど強烈には感じませんが、600cc くらいになるとかなり蹴り出しの強さを感じます。ダッシュが速く、高速の追い越しもしやすく、もっさり感を感じることは少ないでしょう。エンジンは結構上まで回せるものが多いので、回して爽快な走りができることもメリットの一つです。 V ツインが面白い。ラインナップが少なくなってきている V 型エンジンですが、エンジン単体のフィーリングでは直列よりも面白みを感じます。直列270度クランクは燃焼タイミングが V ツインと同じですが、振動の打ち消し方に違いがあり、高回転側のフィーリングはおおむね V ツインの方が爽快です。270度クランクは蹴り出しのトルク感や瞬発力があって、低回転の心地よさは V ツインと似ていますが、低回転の鼓動感と高回転のスムーズさが両立されていることが V ツインの大きな魅力です。2気筒エンジンはバイクにはちょうどいいので、今後も広く活躍していくと思います。ペンタローは水平対向エンジンの体験が深くないので、その辺についてもこれからいろいろ探っていきたいと思っています。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。